アグラからデリーにあるヘーズラット・ニザムディン駅に移動しました。荷物大きいんでエスカレーター助かります。エスカレーター止まってました。さて、これからインド鉄道のニザムディン駅からメトロのニザムディン駅へ移動します。ごちゃごちゃしてなければいいんですけどね。なんか嫌な騒音聞こえます。そして勧誘。メトロまでは歩いて2分ですけど、そうはいきませんでした。ではちょっとだけカオスロードをご一緒いたしましょう。しんどい方はね、飛ばしてくださいね。ここね、道が悪いんでスーツケースはドロドロになりました。メトロの入り口は右手すぐなんですけど、中央に壁があって渡れません。お疲れ様でした。2分の予定が10分かかりました。自動券売機がないので切符売り場を探します。1時間かけて3つのメトロを乗り継いでグルガオンという新興都市へ向かいます。素直に行けるかな。切符売り場発見しました。割り込み用の防止柵もありました。セクター43セクター42セクター40 42グルガオンセクター。おかしいな。足し算と R の発音だけは褒められた記憶しかないんですけどね。2 person 2 how much 120 切符を購入してホームへ向かいます。どっち方面に乗ればいいのかわからないんで、現地の人に聞いてみました。Excuse me, we want to go here. こっちですということだったんで乗りました。でもね、この人スマホで調べてたな。しかもスーツケースも持ってるし。反対行ってるわ。仕方ないんでブルーラインに乗って移動します。Japan. Japan? Mm. Oh wow. I want to go Rajiv Chowk. Rajiv Chowk. Then Which? you have to go take Platform. Dwarika. You have to take Dwarika metro, Dwarika. Then it will go Rajiv Chowk. Directly. Directly. Anyway, This one. blue line. Yeah, that yeah. line is going there. Ah. It is Okay. going the opposite side of where you need to go. You could ask him Dwarka sector. No, basically this is going Noida. Okay, that is not going that place, Rajiv Chowk. That one, Dwarka, 20. Two. Platform two. That side. Okay. Thank you. You have to depot at next station. I'll get off. Okay. 降りへんけどまた戻って。まあ日本人だったらドア前にいたら邪魔にならないよう道を譲りますけどね。インドでは違うんでしょうね。ラジチョーク駅に着きました。むっちゃ混雑してるけど降りますよ。なんとか降りれました。
どうやら乗り込んでくる人の流れに逆らえなかったようです。インドあるあるですね。でも無事に降りれてよかった。ここからはほぼイエローラインで行けるんで気持ちが楽になりました。だいたい1時間ぐらいでグルガオンに行けるみたい。主要駅なんで人が多いですね。次は間違えずに乗ろうと思います。なんかね、視線が鋭いなと思ってたら間違って乗ってました。電車は間違ってなかったんですが、ここね、女性専用車両に乗ってました。あ、そうか。一緒に行ってくれる？移動してくれる？なんか。顔の違う日本人なんで許してくれると思います。なんか向こう人多いし、むさっくりしそうやな。乗り継ぎ駅のシカンダプール駅に到着。ここからラピッドメトロに乗ってセクター42、43まで移動です。ちょうどメトロが来ました。荷物を持って走るのが嫌だったんで次にします。ホテルは道路を渡って右手にあります。横断歩道があると思うんでまっすぐ行ってみます。中央分離帯が渡れないようになってました。仕方がないので駅に戻って高架橋を渡ります。1キロくらい歩いて戻ってきたので娘は機嫌が悪いです。なんとかホテルに着きました。今回のインド旅の中では一番いいホテルです。インドではね、やっぱりこのぐらいのところに泊まらないとゆっくりと休まらない気がします。内装は悪くないんで期待はできそうです。あれ、まあツインベッドやなこれな。うん、期待通りでした。ハイフロア言うたけど、ここ9階建てでか。で、ハイフロア無理なんやろな。ちょっと娘はお疲れ気味ですけど。さっき GoPro でも言ったけど、いつか分かってくれるでしょう。ちょっと綺麗なところでね、しばらくこういうとこ来てなかったんで、ちょっと嬉しいな。ショッピングモールでレストランを探します。韓国料理店がありました。わかんけど、エビのそうやな。いいやん、個室で。韓国料理のお店。むっちゃ高い。2400もする。あ、これ海鮮やからか。びっくりした。石焼きビビンバとビビチャーを食べました。ただのビビンバでした。水がただで食べました。水むっちゃ増えたな。これはメカブか。メカブボロッコリー。角的キムチ何やろ。無理かな。はい、こんなんです。うちエビチャー赤い感じの玉ねぎが入ってる。どんな店があるか探検することにしました。ここはサウスポイントモールって言うんですが、ちょっとしたレストランと日用雑貨、エステのようなお店が中心でした。こんなモバイル系のお店もありました。他のインドのショッピングモールとは違い、綺麗に保たれています。デザートが欲しいということだったんで、地下にあるスーパーへ行きます。東アジア系の駐在員が多いのか、漢字の看板を見かけます。ここはほぼ日本と同じ価格帯の商品が多かったです。むしろ高いものもありました。お酒やジュース、そしてお肉もね、こんな感じで売ってまして、小さめの高級スーパーって感じです。よかった。これビリヤニかな。ジンジャーロースソーセージ、カレーにオムレツ。ビュッフェ形式でいろいろと食べれます。
あんまり取らないけどね。インドの卵ってどこへ行ってもこんな感じで色が薄いんですよね。なんでなんでしょうね。お腹がいっぱいになりました。今日はデリー中心部へ行って観光をするつもりです。Thank you。最寄りの駅セクター42、43から昨日とは真逆のルートをたどります。ここでも駅員から切符を買えます。Hello. Central Secretariat. 2 person. How much? 140. そうなんです。今日はデリーのインド門へ行くつもりです。ここ無料ですからね。やっぱりグルガオンはまだ落ち着いてました。道も整備されてますし、クラクションはあんまり聞こえなかったですね。シカンダプール駅でイエローラインに乗り換えです。どっちやろ。ごちゃごちゃしてるところはやっぱりありました。これからもっとここは発展するんでしょうかね。ちょうどメトロが来ました。娘は女性専用車両の居心地が良かったみたいなんで、その車両しか乗らなくなってしまいました。別々の車両に乗っています。したがって私は別の車両から移動して娘を迎えに行くというちょっと不思議なメトロの移動となりました。若干冷ややかな視線を感じるんですが、いや、これは考えすぎなんだと思うようにしています。駅員の人に聞いてみます。Sorry, I'm looking for number 5 gate. Huh? I'm looking for number 5 gate. India Gate. Which? 3 number sir. 3 number. ये straight चाहिए sir. Straight. Over there. Okay, okay. Thank you. なんで？やってみて。行ってみて。なんで？心の汚い人はこうなるんでしょうか。5番ゲートではなく3番ゲートから出てきました。でも勧誘はこれからあると思う。ここや。India Gate. I have to book India Gate. No, no, no. It's a long way sir. 2.5 kilometers from here. Okay, I know. I drop you India Gate. Google マップでは約2キロ。気候がいいので歩きます。ここで、こっから出てきて、あっから出てきて、こうやな。地下通路もありました。お父さんが知ってるのは第一次世界大戦の戦死者を弔う日みたいな感じかな。インドはイギリスにやられた？イギリスのそう味方植民地やから。で最近できたよ割と。だからそうや20世紀やな。ここからちょっとあんのか1キロぐらいあんのかな。700メーターぐらいインドももんで。でもね気温26度とかなんですごい歩きやすいです。まあ、YouTuber の人とか観光の人とかいますけど、夏は死ぬでしょうね。ここ歩いたらちょうど僕たちいい季節に来れてるんで、まあ、選んできてるんですけど、はい、ここもまだ快適に歩けます。あ、リスやん。パパリス。まあ公園になってるんで暑くなければ歩いてても楽しいはずです。No。右鍵詐欺。あ、右鍵持ってる。No。No。Check, check. 歩き楽しいって言ってましたけど嘘つきました。あと写真撮るやつもおるから、で金よこせ言うからもう顔見んといて。無意味なゲート。上から行ったらこのゲート通らんでもいいしな。
インド門へ着きました。ごっついな、やっぱしムンバイより。でもまあ大きい。写真を撮ってほしいと言われました。I'm not from India. Oh, you're not from India? I'm from Ecuador. エクアドル。 So you're Latina? It's okay. Yes, I'm Latina. I see. I can say because there is too many people, so probably here is good photo. お礼に写真を撮ってくれました。 One, two, three. Wait, let me. I think it's a little bit. Just Thank you. one, two, Thank you. You're welcome. Have a good day. You do. 皆さん楽しそうに写真を撮っています。正面がチャンドラボースやろか。なんかそんなこと言ってた気がする。門の下は花で彩られていました。門を撮ってたら娘との写真撮影会が始まってました。途切れたのを見て立ち去ることにします。とりあえず移動しようか。そうしてな、次から。インド門の次はフマユン廟へ行くことにしました。イスラム風のモスクのようなものが見えました。もうすぐかな。なんでか知らないですけどね、離れた小学校前のようなところで降ろされました。他の人の YouTube を見てても、なんかね、この辺で降ろされてた気がします。Uber アプリの設定かなんかなんでしょうかね。さっき見た青いモスクの前にチケットオフィスはありました。ここはね、クレジットカードで支払うことができました。チケットのトークンはここで回収されます。いや、タジマハルに比べたらそれはこっちチャッチーで。フマユン廟まではいくつかな門を通る必要がありました。途中にも見どころはあるんですけれどもね。あそこムガール帝国の第3代王のお墓。タージマハルは第5代や、おじいさんやな。ちょっと味見ような一瞬。フマユンガーデントーン。これがそうってことか。3つ目の門の先にフマユン廟が見えてきました。この門の両端にも展示物があるんですが、娘にせかされています。よろしいです。あっちの方が綺麗やね。世界史で習ったのは初代バーブルとアクバル帝、そしてシャージャハンくらいだったんですが、フマユンもやっぱり有名だったんでしょうね。ここの階段は急でした。健康なうちにね、来ておいてよかったです。上からの景色はこんな感じです。やつの俺よりせっかちやな。いくつかね、同じような霊廟があるんですけれども、全部見てたら広いんで3時間ぐらいかかりそうな感じだったんで、外観だけを見ていきます。フマユン廟の中に入ります。見れなかったタージマハルもこのような感じみたいなんで、一応これ見て満足しました。うん。人死んでんの？もう下にあるみたいですね。これがフマユンのお墓なんかな？案内板がないんでわかりません。とりあえずお墓はそれなりにありました。さっきのところから近いところにある人が多い霊廟へ来ました。日本人的には終わるまで待つんですけど、早行きって感じなんでしょうかね、これ。もうちょっとね、その場その場に案内板があればいいんですけど、ないんでよくわかりません。まあ、意味がわからなくても、歴史的な建造物を見るのが好きなんで楽しいです。あとはどこを見てもお墓のオンパレードでした。まあ、結局ね、知らない人のお墓なんで、もうちょっといいかなって思ってきました。ここにも犬がいたんで、持ってたチュールをあげることにしました。これどこは？チュールをあげたら、
ついてきてしまいました。じゃあもう離れよう。来ちゃうよ。これで自転車こぐことできるんでしょうか。信じられねえって感じ。次も無料の観光地へ行きます。人気のスポットです。この井戸の名前はアーグラ戦記バオリ。ここも知る人ぞ知る観光スポットみたいです。お父さん下行ってくるわ。追ってくれていいし。結構ね、ひんやりしてて心地よかったですね。No。そしてここから徒歩圏内のコンノートプレイス駅、ショッピングでもできればなと思ってます。私服のインドの人たちが多いので分かりづらいんですけども、ここはオフィス街、官庁街のエリアでした。道も広くて歩きやすいです。コンノートプレイスの街並みが見えてきました。公園。円形の街やね、ここ。だからここ何があるかってショッピング街と買い物するとこ。ウィキによりますと、1933年に完成したデリーで最も活気のある商業地区のようです。アイスクリーム屋さんがありました。アイス食べる？食べへんここ。映像はないけど美味しかったです。当てもないんですが、ちょっとブラブラしています。桜ベネトン。B キレキダイダイ。スケッチャーズ。日本でも見かけるブランドのお店がありました。そうやな。でもここも旅行会社連れて行こうというやつおる。しばらく歩いているとどこも同じように見えてきました。目的が特にないんでホテルへ戻ることにします。ここから10駅がそのぐらいかな。円形の街のど真ん中に地下鉄の入り口があるってなんか面白かったです。ここは昨日乗り継いだ駅なんで地図を見なくても問題なく戻れます。この駅はやっぱり人が多かったですね。目的地の表示もあるので便利です。グルガンこっちやな。娘は今回も女性専用車両です。娘の乗車位置を確認して別の車両に移ります。男性はね、通るくらいなら許されてるみたいですね。なんかね、昔 YouTube でね、車両内で女性からボコボコにされてる男性の映像を見たんですけど、あれは違ったのかな。景色をね、見たかったんですけど、こんな感じでした。シカンダプールで降りてラピッドメトロに乗ります。いやー、行けてないところはねあるんですけど、デリー観光満喫できました。あとは晩ご飯を食べてゆっくりしようかな。ちょっとねしたいことがあったんですけど、何やったっけ、考えてみます。忘れてました。マハラジャバーガーを食べるミッションがありました。晩ご飯はマクドナルドです。マハラジャバーガーとか売ってんのかな。なんやろ、ここもショッピングセンターではないのかな。オフィスビルの中にあるなんかそういうレストランとかがってことでしょうか。ここなんかトヨタ入ってましたね。ベンツとかね。
マクドナルドへ到着。マハラジャバーガー206ルピー。どうだ？かな。これ頼んだらニューやて。辛くなかったらいいな。そっか。これベジってさ、中身何できてないの知ってる？まあ、いっか。食べてみよう。全部日本にないな。ない。で、乗ってココンプリートだ。ヒアカード。夜だからか、オフィスビルだからか、ちょっとわかんないですけど、お客さんは少なかったです。じゃあホテルへ戻って食べましょうか。このホテルね、1泊2万ぐらいしたんですけど、それなりに快適でした。ちょっとね、私にとったら高いですけどね。マハラジャマックとこれなんていう名前だっけ、グランドチーズバーガー、インド限定のやつを食べます。日本のマクドよりも大きいですね。これはチキンで、ちょっとこれ同じ衣、多分チキンやな。翌日も同じくビュッフェになります。ちょっとね、インドらしいものを食べ納めておこうかな。あとはスムーズに飛行機まで乗れればいいんですけど、これガソリンもないし、排気温度警告灯もついてるし、これ空港までちゃんと行けるんかな。渋滞もしてるし、今から高速ってなんかむっちゃ不安なんやけど、運転手に大丈夫って聞いたんですけど、大丈夫って言ってました。ほんまかいな。空港の管制塔が見えました。なんとかついてくれ。ギリギリ大丈夫でした。